おはようございます。メグリカの太一です。今日は牛のもつを使ってトリップアラプロバンサルを紹介します。日本と一緒でトリップといってもいろいろ呼び名があります。ボネ、ポンス、フイユ、カイエットと異なった呼び方があります。今回使っているのはフイユと言われる部分を使っています。まず下処理から一緒に始めていきます。それでは一緒に作っていきましょう。今回用意した部位はフイユと言われる部分です。肉屋で一応下処理されているものですね。きれいに洗って一応ブランシールされている状態のものを買ってきました。そこに今回必要なガルニチュール、大きいブーケガルに人参、玉ねぎ、ニンニク、クードジロフ、長寿になります。基本的にブッシェリーで買うと下処理軽くされています。ですけどもまだ煮込みが全く足りない状態ですね。よくブランシールしている状態ですので、そこからゆっくり火を入れていきます。クードジロフは玉ねぎに刺していきます。玉ねぎ、ニンニクですけども中が腐ってないかきっちり確認しておいてください。ブーケガニの作り方は動画がありますので、そちらを参考にしてもらったらいいと思います。基本的に中に入っているものは変わりません。それでは下準備、下処理の方をしていきます。水を張った鍋にもう一度よく洗ったフイユ、もつを入れて、そこに酸味の効いた白ワインですねを入れます。そして塩を軽く入れて、まず一沸かしさせます。一度沸かすことによってアクがきれいに出ますので、そのアクをきれいに取ってから再度野菜を足して煮込み出します。このもつ煮る時ですけども長時間、煮ることになります。ですのでちょくちょく水を足しながらですね、表面に出ないような状態にしながらゆっくりと煮込んでいきます。一度沸いてアクをきれいに取ったら、そこにガルニチュールプラス先ほど紹介したガルニチュールに白胡椒を丸のまま入れています。そこに落とし蓋をしてゆっくりとミジョテですね、ポコポコという状態で5、6時間煮込んでいきます。ものにもよると思いますけども、今回6時間かかっています。その間ちょくちょく蓋をしながらですね、水分が飛ばないように、もし水が減ってきたら水を足しながらゆっくりとミジョテの状態で火を入れていきます。火が入ったかどうかこのように刺してですね、スッと通れば火が入っている証拠です。ここでもう一度落とし蓋をして火を止めて一晩ゆっくりと冷ましていきます。このまま急須の中で冷ますことによって肉の中にうまみがぎゅっと入っていきます。これで下準備が終わりました。ここからはトリップアラプロバンサルを作っていきます。それでは必要なガルニチュール、プルシェしていきます。キャロット、ニンニク、玉ねぎをプルシェしていきます。ニンニクは剥いた後半分に切って芽を取っておきます。今回セロリ入ってませんけども、セロリ入れても美味しいです。たまたま家になかったので入れていません。玉ねぎ、プルシェですね、きっちり乾いている皮を剥いて中が腐ってないか確認して、あと最後ブルノワーズに切りますので根っこをつけたままにしています。その方が非常に切りやすいです。それではブルノワーズに切っていきます。根っこがついている状態で半分に切って、まず均等な幅になるように切っていきます。その後横に1回か2回、玉ねぎのサイズによりますけども切れ目を入れてこのまま切っていきます。こうすると簡単にブルノワーズになります。人参も丸のまませず半分に切って切りやすいサイズにしてからバトネにカットして、そのままブルノワーズに切っていきます。ニンニクはブルノワーズというよりも少し大きめのアッシェになります。同じように縦に切り目を入れて細かく切っていきます。これでガルニチュールの完成です。続いて完全に冷え切ったトリップですねを一口大にカットしていきます。これはもう好みで、好きなサイズに切ってもらったらいいと思います。ある程度大きい方が食感があって楽しいと思いますので、今回は、見てもらったら分かるようにこれぐらいのサイズに切っていきます。これでトリップアラプロバンサルの準備ができました。それではキュイソンに入っていきます。
温めたココット鍋に少し多めのオリーブオイルをひいて、先ほどブリノワーズに切ったガルニチュールをゆっくりとシュエしていきます。この後バンプランとか入れますので、きっちりと火を入れていきます。軽く塩をしてよく油となじませたら蓋をしてゆっくりと色をつけずに火を入れていきます。この時塩をきっちりしてやらないとバンプランを入れた時に酸が入って野菜がシャクシャクいった状態で残ってしまいます。ですのでここで蓋をしてきっちりと色をつけずに火を入れていきます。最初のうちは火加減ですけども中火より若干弱めでゆっくりと野菜の持っている水分で火を入れていきます。先ほどのように蓋の内側についた水分は鍋に戻してじっくりと色をつけずに火を入れていきます。ここで白ワインを入れます。白ワインですけどもシャルドネのブドウ品種で酸味のあるものを使っています。アルコールを入れたらきっちりとアルコール分を飛ばします。白ワインのアルコール分がきっちり飛んだところで先ほど切ったトリップを鍋に戻します。少し馴染んだところでトマトのピューレを入れます。そして下準備で使ったキュイソンですね。キュイソンをムイエしていきます。だいたいひたひたになるぐらいまで入れます。そしてローリエを入れてこのままよく混ぜてゆっくりとミジョテしていきます。全体によく混ぜて一沸きしたところで蓋をしてミジョテですね、ポコポコという状態でゆっくりと火を入れていきます。だいたいこれで4時間経っています。下処理の段階である程度塩が入っています。一応ここで味見をして少しだけ塩を足しておきます。この下準備から合わせてトータル10時間以上かかっていますけども非常に美味しく出来上がりました。今回これに合わせたガルニチュールは茹でただけのシンプルなじゃがいもになります。この時もエプリシェして大きさはだいたい合わせて半分ないし丸のままカットして塩茹でをしています。それでは盛り付けていきます。温めたお皿にシンプルに水を切ったじゃがいもを置いて熱々のトリップをソースごとお皿に盛り付けて完成になります。最後この上にパセリのコンカッセ、ミニョネット、フレウドセルなどをかけても美味しいと思います。あとピマントエスプレッドなんかも美味しいと思います。最近これをレストランで食べることはあんまりできないですね。あまりトリップをレストランで出していることが少なくなってきています。今回このもつ系ですけども日本だと手に入りやすいと思います。ぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。